じゃあ皆さんこんにちは、沖宮直美です。昨日は、ここ田形神社で、法然祭りを開催していたんですけれども、今日はお祭りの次の日ということで、ちょっと今日は人がすごく少なくて参拝もしやすいと思うので、ちょっとお参りをしていきたいと思います。では早速じゃあ行きましょう。はい、じゃあ鳥居の前まで来ました。日本ではですね、ここから鳥居の奥からはもう神域っていう形で神様の住んでる場所になるので、一回お辞儀をしてから入ります。はい、じゃあ今手水屋にやってきました。ここはですね、神様にご挨拶する前に、手を清めるところなんですけれども、昔はね、もう体を清めて、もうこう全身をお水で清めてからこうご挨拶してたんですけど、やっぱそれはみんな大変なので、今ではこう手を清めて、で口も清めてから買いに行くっていうのがルールになってます。こういう感じでちょっとね、龍がいるんですけれども、結構神社によって違うんですけども、龍は水を司っているので、こういう感じでね、龍があるところも結構多いです。じゃあまず柄杓でお水をすくいます。そしたらここに汚いお水が入らないようにちょっとずれて、まず左をちょっとこうゆすぎます。で今度右手をすすぎます。でまた左手に水をちょっと入れて口をすすぎます。でその左手をまたすすいで、最後ちょっとお水が余るので手を握っていた部分が流れるようにこういう感じでですね、流してで元あった位置に置きます。じゃあですね、今日はなんと、田形神社の根木さんの、石塚さんに、いろいろお話を聞きたいと思います。では石塚さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあいろいろ案内していただいてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。じゃあよろしくお願いします。ではですね、正面から奥の方にまずはご案内いたします。お願いいたします。今からご案内しますのは奥宮と申します。はい、田形神社の神様と同じ神様をお祭りしておりますが、はい、かつて古い時代にですね、納められた男性のシンボル、ここでは一般的に大尾鷲形と言っております。はい、こちらですね、到着いたしました田形神社の奥宮でございます。正面にございますのが、平成の26年7年だったかなに掘られたものでございます。当時の掘っていただいている尾鷲市堀篠さんの方の一番の傑作、一番うまくできたものを神様に、お供えをしてあります。奥にあります扉の奥にはですね、ご本殿と同じ神様、二柱水戸市の神様と玉姫の御事様の二柱の神様がお祭りをされておりまして、どちらもですね五穀豊穣と子孫繁栄の神様でございます。左右にたくさん男性のシンボルが、ね、たくさんあるなと思いました。はい、起立しています。起立ってたくさん立ってますけれども、これは田形神社に古くから奉納されたもののごく一部でございます。ごく一部なんですね。はい、古いものですと、江戸かさらにそれ以前のものも含まれておりますし、また各地から奉納されたものでございますので、この地域のものばかりではないですね。そうなんですね。全国から田形神社にこれを納めたいよという方がですね、奉納していただいたもので構成されております。こちらの手前のものも、はい、これはですね、かなり古い時代に田形神社のおみこしで担いだものだというふうに受け継がれております。触ってもはい、触っていただいて結構です。大丈夫です。すごいご利益がいただけそうな感じが、すごいふと上見ていただきますと、上もすごいですね。もう男性のシンボルの形をした鈴ですね。これもご奉納でございます。せっかくですので参拝の作法についてちょっと説明しましょうか。ありがとうござい一ます。般的に神社で言いますと、参拝の作法2拝、2拍手1杯とここに書いてありますけれども、田形神社でも一般的な作法で結構でございます。私もやりますので一緒にお参りしましょう。まず2度深くお辞儀でございます。続いて2度手を打ちます。
最後に深く一礼でございます。はい、今日はようお参りくださいました。ありがとうございました。実はですけれども、こちらは比較的新しいものでございます。そうなんです、はい、今ですね、そこに石碑がいっぱい立ってますね。こちらも立ってますね。それぞれお名前がございますが、こちらの方々がご奉納いただいたそのご浄財で、作らさせていただいたところでございます。洞窟のようになっておりますので、一般的には珍宝窟と称しております。書いてありますね。2つの玉の右をさすり、家内安全、商売繁盛、金運を願い。2つの玉の左をさすり、恋愛成就、子宝安産、夫婦和合、願う叶うことの言い伝えられんと。遠近より参拝者の後を絶たず、霊言いやちこなりとございます。いやちこというのは霊言があらたかですよというのが古い言葉でございます。よろしければさせていただいて、いいですか？はい。賽銭入れていただくと音が鳴るとラッキーだというふうにされております。音が鳴るとラッキー。はい、そうですね。じゃあ失礼します。ちょっとずれたかもしれないですね。ちょっとずれたんですか？カチンというのはチーンという音が高く響くとなるほど。当たり。お願いします。まだちょっとずれたか。またずれた。これコツがあるんですかね。そうですね。運がいいといい音が。難しい。3度目の正直でもう1回だけいいですか？はい。お願いします。違います？ちょっとずれてます。残念でした。難しいですね。今ちょっと見づらくなってるんですけれども、こちらに合わせ絵馬に先ほど言っていただいた各所からの願い事が書いてあります。もちろん高田神社の神様男性のシンボルをお供えしますので、性にまつわることをお願いすることもあるんですけれども、基本的には五穀豊穣と子孫繁栄のための神様でございますので、そういったことに通じる願い事が一番神様叶えていただけるかもしれないですね。そうですね。はい、こちらも各地からご奉納いただいたものでございます。自分で作ったというよりもやはり採石をやってたりとか、珍しい石が岩から出てきた時にですね、これはきっと神様のお力のものだということで高田神社にご奉納をいただいたものでございます。これはもともとこの形だったんですね。そういうふうに聞いております。こちらもあちらもそちらもそうですね。はい、見方によっては方向によっては男性のシンボルに見受けられるというものですね。すごいですね。自然の力でこのような不思議ですね。昔の人、古代の人なんかはやはり大きな石、巨石と言いますけれども、巨石に見入られたと言いましょうか、不思議な力を感じて、自分たちでもそういった男性のシンボルを掘ったり削ったりして作ったのを石棒と言いますけれども、縄文時代とか弥生時代にはそういうのがあったというふうに伝えられておりますので、今の人たちにも何か通じるものがあるのかもしれないですね。本当ですね。こちらが高田神社のご拝殿正面になります。はい。先ほど来ていただいたのは正面からね来ていただきました。今ちょうど中がご祈祷がないようでございますので、中の方にご案内をさせていただきますね。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、高田神社の創建というのはですね、一応わからないとはされておりますが、式内社といいまして1000年ぐらい前の書物、延喜式神明帳に高田神社の名前が出てまいりますので、1000年ほど前からはきっと神社としてはあったんだと思います。ただ残念ながら1000年以上前から法然祭りをやってたという証拠にはなりませんので、法然祭りが1000年前からやってたかっていうのにはわからないんですね。なるほど。はい、ただ一番古い文献ですと江戸時代の文献がございますので、300年ぐらい前からはねやってるんじゃないかなとは思いますけれども、それ以上前からいつからやってたかはわからないですね。で42歳というのはですね厄年といいまして、いろいろ厄年あるんですけれども、特に42歳は男性の中では初老といいますね、老いの始まりということでございます。はい、なので若い青年の時代から、社会の中では一番重要な役を担う時、そうですね、家庭においても家族も養わなきゃいけないし、仕事においても一番働ける、体も動くし、ちょっとだけお金もあるし、そういう年が42歳なのかもしれないですね。その方々が一生に1回の役目として大事なことをお仕えする役として高田神社の法然祭りでは一番重要な男性のシンボル大合瀬型を担いで運んでくるという役目を果たしていただくと
でそれを無事果たすということがいわゆる役目を果たす厄年であるということでございますね。42歳の厄とかもそうですし、お祭りに参加していただく方全員そうですね、神様のためにご奉仕をしていただくというのがもともとのお祭り意味でございますので、個人のためにやる、誰かのためにやる、それを全部含めて全て神様のために力を尽くしていただける、我々神主はそのために準備をしたりとか仲を取り持つというのが仕事ですので、地域にとって欠かせない神社っていうのは地域の人が支えていただかないことには成り立たないということになります。いやでも本当に地元の、ね、皆さんがすごい楽しそうに活気あふれてこう担がれていて、はい、でなんか結構何をやってるんだろうなっていうこともこう質問したらすごく優しく、はい、答えてくれて、 すごいなんか見ててもすごいパワーをもらいましたし、そう言っていただけると、神様からもパワーをもらうんですけど、結構地元の人たちからもなんかすごい活気でパワーをもらって、なんかすごいエネルギーをもらいました。活力になりましたね。そうですか。そう言っていただけると、きっとお祭りに参加された方々も、同じようにきっと感じられたでしょうね。ご本人さんだけではなくて、いろんな方々が、はい、お祭りの最後には、餅まきという形でお餅をまかしていただきました。すごく皆さん、とくろとかも準備されてね。そうですね。すごかったですね。はい、大勢の人に振る舞ったんですが、中にはですね、ご奉納のお餅、お金を出していただいて奉納していただいたお餅もあれば、厄年の男衆がですね、男たちが、厄災の人たちが、農協を出発して高田神社に奉納したお餅もあるんですね。それは厄餅と言います。厄年の方々も自分たちの身銭を切ってお餅を高田神社に持ってくるんですね。で、高田神社がお金を出したわけではなくて、全て皆さんが賄ってお金を工面して高田神社にお餅という形で奉納していただいてます。丸いお餅でしたね。で、それを最後は皆さんに振る舞うんですね。それは役目を果たすことでもあります。厄年、厄払いっていうぐらいですので、身銭と言いましょうか、払って、でそれを持ってってもらう、誰かに役を持ってってもらうということでもあります。はい、受けた方は役ですよね。役ですので、災いをもらったというわけじゃなくてですね、その対価として払ったお餅を皆さんそれぞれ分けてみんなで分かち合うというのも一つの大事なお祭りの行事になりますので、厄年っていうとそういう体で払うものあればお金で払うものもあるし、全部厄払いということになりますね。誰かにために尽くす、身を尽くすっていうのがお祭りの中では大事な意味合いだと思いますね。今お越しいただきましたのが高田神社のご拝殿、いわゆる皆様にお参りをしていただく場所に正式に入っていただく場所がこちらになります。今向かって正面にありますのが神様のご神殿になります。手前にあるところが幣殿と言いますけれども、ご祈祷したりとかする場所でございます。奥が神様のお住まいにあたる、いわゆる本殿にあたる部分でございますね。そして左側にあります大尾鷲型が新しく作られた男性のシンボルでございます。もう昨日使われたやつですね。そうですね。こちらが出来たてほやほやの。出来たてほやほやの。はいですね。日取りで言いますと3月の1日に、材料となる木が運び込まれまして。そうなんですね。はい、そこで見分と言いまして、その木がこの大尾鷲型にするのにふさわしいかどうかを判定をさせていただきます。で晴れて判定ができましたら、今度は2日後の3月3日に斧入れ祭といいまして、掘り始めのこれを作り始めの儀式を行います。その日から始まるんですね。はい、尾鷲師という専門のこれを作る職人がですね、だいたい10日間ぐらいかけまして、天然の木ですから樹齢がでいうと300年とか350年ぐらいの今年は木を使っております。はい、長さ今年は 2.6 とか 2.5 ぐらいじゃないですかね。すごいですね。毎年でも違うんですもんね。大きさもね。そうですね。毎年これは天然木ですので、同じの木は一つとしてないものですから、毎年変わります。はい、色も変わります。変わるんですよね。近づけて匂いを嗅いでいただくと、ヒノキの香りがいたしますかね。すごいいい匂いがしますね。本物の当然木を毎年作りますので、もうだんだんひびが入っていってしまいます。本当ですね。ちょっとずつ。はい。これはもうずっとここにあるものではなくて、またどちらかに。そうですね。神様にはこちらに3月15日にお供え、昨日ですね、お供えした後、12月の15日頃までこちらの方にお供えをさせていただきます。12月15日を過ぎますと、一度こちらの方を
撤収移動させていただいて、神社の方で乾燥をいたしまして、その後その間にこれを欲しいよっていう方がいらっしゃったらお譲りすることもあります。これ自体ですね、300キロ以上ありますけど。そうなんですか。はい、欲しいという方がいらっしゃったらお譲りする。もし誰も引き取り手がない場合は、小さく細かく切ってお札とかお守りとか何かに使わせていただいております。全部がこれで賄えたらいいんですが、そういうわけにはいきませんので、ごく一部の何かに当てているという形でございますね。そうなんですか。正面から対して右手にございますのは、同じ大尾鷲型でございますけれども、こちらは一位の木で作られたものでございます。これはじゃあ古いのかと言われると、これも古いは古いんですけれども、木自体の種類が違うのでこういう黒い色にしておりますね。別に塗ったわけではないので、もともとこういう色の木だと聞いております。今日本にはこのサイズの一位の木はないというふうに聞いております。はい、こちらは担ぐことは、ここに書いてありますけれども、2基すごく重いもんですから、これ自体が1500キロぐらいありますので、ちょっと担ぐのは不可能です。そして奥にありますのが五人衆といいまして、お祭りの中では女性の奉仕者がこう手に持ってやっていただいた尾鷲型になりますね。これも同じ、あちらを作った方と同じ方が毎年5本だけ作っていただいております。そうなんですね。はい、でこれは神様にお供えするために女性の奉仕者5人衆が手に持っておみこし行列の中で持ってきていただくものでございます。昨日もね触らせていただきました。そうです。よかったですね。はい。じゃあそちらが今奉納されているとはい、いうこと。こちらも同じように12月頃までお供えをさせていただいて、12月の時に下げた後はまた3月15日までは神様らにはなくなりまして、新しいものをまた来年の3月15日にお供えする、それの繰り返しでございますね。はい、ということで、今日はたくさんお話聞かせていただいて、どうもありがとうございました。来てくださいました。天気も良かったんで最高の日取りに。でも本当に結構皆さん意味も知らずにお祭り見てる方とか、ご参拝されてる方もすごく多いと思うので、もう本当に結構日本人の方もそうですし、外国の方にも、こういうことをね発信して、ここの良さを知っていただければなと改めて思いました。そうですね。たびたび申し上げてますが、観光客のために高田神社の法然祭りあるわけではないんですけれども、もちろん観光客の方にもたくさん来ていただいてお祭りのことを知っていただくというのは、我々神職、そして地元の人にとってもとても意味のあることだと思いますんで、ぜひ遠くの方もいらっしゃいますけれども、一度は高田神社にね遊びに来ていただけたらいいなと思ってます。はい、ぜひ皆さんも高田神社に遊びに来てください。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ行きます。ちゃんとよく振ってね。神様お願いします。いきますね。はい。2番ですね。これ2番です。何？なんかすごい出たんじゃないの？まさかじゃないですか。すごい、ありがとうございます。すごい、めっちゃ大きい。これ通常のサイズとこれすごくないですか？こんな大きい、すごく、だってカラーですよ、こっちも。すごくないですか？これはありがとうございます。すごい嬉しい。